はい、今回は相手の置き蹴りに、どう攻めるか、相手が受け身取んなかった時の攻め方ですね。これを説明します。起き上がりなんですが、これ、起き上がるとき、相手は3つの行動を選択することができます。で、その3種類っていうのが、これからやる3つの行動です。まず、起き蹴りを出す。これがまず1つ。でもう1つは、普通に起き上がる。いわゆる立ち起きですね。でもう1つは、しゃがみ起きをする。この3つがあります。起き攻めをする際は、相手が今説明した3つの行動の中から、どの選択肢を選ぶかっていうのをしっかり読んで行動することが大切です。で、この後、それぞれの行動に対する、攻め方的なものを説明していきます。まず、起き蹴りを出す相手についての攻め方です。で、起き蹴りを出す人は、当たり前なんですけど、起き蹴りをちゃんと食らわないようにして、起き蹴りをしっかりガードして、そこから攻めることが大事です。で、起き蹴りをガードすればいいって口で言うのは簡単なんですが、実際、なかなかガードできねえよっていう人もいると思います。起き蹴りは中段と下段が、あって、それをやっぱ見てからガードするのって結構難しいです。ただ、この起き蹴りっていうのは、中段と下段で実は発生差があって、で、その時間差を利用すると、起き蹴りが見えない人でも、なんていうんですかね、時間差を利用して、タイミングで立つ、タイミングでしゃがむっていうことをすれば、起き蹴りは実は結構簡単にガードすることができます。で、この後ちょっとやり方を説明してみます。起き蹴りなんですけれども、先ほど説明した通り、発生に差があります。で、どういう感じかっていうと、これ、中段攻撃だとこれ23になってます。攻撃発生に注目してください。これ23です。で、次、下段を出します。下段は20です。ということは3フレあるんで、この3フレの間にですね、立てばいいという形になります。すごい極端に言うと、20フレームまでは、しゃがみガード。で、それを過ぎたら立ちガードっていう風にすると、下段と中段両方ガードすることができます。じゃあ、ちょっと実演してみます。で、やり方は、今からちょっと2つ説明するんですが、やりやすいやり方でやってください。で、まず、設定をコンピューターの詳細設定で、起き上がりですね。横転これどっちでもいいんですけど、奥にも手前でもどっちでもいいです。で、起き上がり攻撃ランダムに設定して、やります。で、こうすると、起き蹴りを、中段出すか、下段出すか、出さないか、3択をランダムにやってくれるんで、それでちゃんとガードできるかっていうのを実演します。これが、1つ目のガード方法です。下段の方が発生が早いので、下段が来るまで、ひたすらしゃがむ。で、下段が来たと思ったタイミングでレバーを離して、中段をガードする。これが1個目のやり方です。じゃあ次、2個目のやり方、やります。今のが2つ目のやり方です。こっちのやり方は、基本的に立ってて、下段が来るタイミングだけ一瞬しゃがむってやり方にしています。でちなみに、俺は、こっちの方法で起き蹴りをガードしようとしています。とりあえずガード方法に関して、今2種類説明したのが、そのおすすめのガード方法っていうんですかね。そのモーション見なくてもタイミングで立ったりしゃがんだりすれば、一応両方ガードできますよっていうやり方の説明でした。起き蹴りは、ガードすると、基本的にはプラス6フレームになっているんで、ガードすると結構大きい2択をかけることができます。
投げと打撃、投げがしゃがめないフレームになるんで、投げと中段でしっかりとしたミタがかかるんで、ガードすることが、すごい大事です。なので、このようにちゃんとガードできるようにしてください。で、後転置きとかに関しては、ガードすると、確定があるんで、そこは流さずに確定反撃を決めてください。で、もう一つ、置き蹴りをそもそもガードするんじゃなくて直接潰す、置き蹴り潰しというものがあるんですが、これはちょっと後で説明させてもらいます。では、次は、今度は置き蹴りを出さない相手に対しての攻め方です。で、この相手が置き蹴りを出さないって読んだ場合なんですが、この場合、発生が遅い技でも、相手が絶対反撃してこない、反撃できるタイミングが限られてるんで、割と大技でも安心して打てる状況になっています。で、その技を打つときなんですけれども、こっちのタイミングさえ間違えなければ、基本的にどんなに発生が遅い技でも、相手は、ガードをする、要は防御的な行動を取ることしかできません。なので、相手が置き蹴り出さないなって読んだ場合は、できるだけ、何ていうんですかね、リターンが大きい技、リスクの割にリターンの大きい技で、打ちつつ、それと対になるように、投げも使ってしっかり強力に2択をかけていきましょう。ですね、リスクの割に、リターンが大きい技ってどういうのがあるのって話なんですけれども、例えば、アキラだったら、やっぱ筆頭に上がるのが、この古木ですね。置き蹴り出さないと思ったら、古木を例えば置いてみたりとか、あとは、猛虎角打を出す。っていうのが、置き蹴りを出さない相手に対してはおすすめです。で、これにプラスして、投げもちゃんと使っていく。こんな感じで投げるって感じですね。この投げと先ほど見せた技2つとかをうまく使って、蹴りを出さないと読んだ場合は2択をかけていってください。で、他に、置き攻めで、何て言うんですかね、リスクの割にリターンが大きい技っていうのであれば、例えば、ラウのサコだったりとか、ウルフ・ジェフリーの 3KG、あとはジャンの 3P プラ系とか、そこら辺も、サコはちょっとカウンター限定になってしまうんですが、ウルフ、ジェフリー、ジャンの今言った技に関しては、ノーマルでコンボにいけるんで、で、その割に確定がないっていう感じになっているので、割と、なんていうんですかね、起き上がり蹴りを出さない場合に攻めるときに使う技のチョイスとしては、ぼちぼちいい技なんじゃないかなと思います。で、こんな感じで、できるだけ、相手にプレッシャーをかけれる技ですね。単純にダメージが高い技をどんどん打っていくことによって、相手としても安易にやっぱ起き上がりに暴れたりとかできなくなるんで、それによって相手にプレッシャーがかかるようになり、やっぱそのおかげで投げが通りやすくなる。みたいな感じで、しっかり組み立てていけば流れはどんどんいい方に行くので、そこはちょっと練習してみてください。置き蹴りを出さない相手に対する攻めは大体こんな感じなんですが、ちょっと1個注意点があります。立ち置きをする相手には、今言った感じで、普通に打撃と投げでしっかり2択をかければいいんですが、しゃがみ置きをされた場合っていうのは、相手がしゃがみ状態から起き上がるので、立ち置きと一緒のタイミングで投げが入りません。ので、しゃがみ置きをすると読んだ場合は、通常、中段で2択をかけつつ、投げるときはちょっと遅らせて投げるように、するよう気をつけてください。次は、置き蹴り潰しについて説明します。置き蹴りなんですが、一部の例外を除いて、基本的に、置き蹴りの攻撃途中で潰すことっていうのは、こっちの技で潰すことはできません。ただ、その置き蹴りの攻撃発生と同時に、こちらの技を、タイミングよく、相打ちになるように合わせて打つと、置き蹴りを潰すことができます。置き蹴りを潰すためには、条件が1個だけあります。で、その条件が何かっていうと、ダメージが21以上の技です。で、これなんで21以上必要かというと、バーチャーファイターのシステムで、技同士が相打ちになった時にダメージが高い方の技が勝つっていうルールがあるので、この場合、置き蹴りって基本的にダメージが20なので、
20以下の技だと、よくて相打ちになってしまいます。なので、ダメージ、一方的に勝つためには21以上のダメージが必要なので、条件としてはダメージが21以上の技を合わせるというのが重要です。このダメージ21以上の技というものであれば、この条件さえ満たしていれば、中段大きりなら、上段、中段、下段すべての属性の技で大きりを潰せます。で、下段大きりの場合は中段と下段技で大きりを潰すことができます。その下段大きりは上段技で潰せない理由はすごい簡単で、上段技だと単純にこの下段大きりの相手に技を当てることができないというだけです。ではちょっと大きり潰しがどんな感じでできるかっていうのをちょっと実演してみます。まず中段大きりをちょっと潰してみます。こんな感じで、中段であれば上段、中段、下段すべてダメージ21以上の技を合わせることによってタイミングさえ合っていれば置き蹴りに一方的に勝つことができます。次は、下段に対する置き蹴り潰しをやってみます。こんな感じで、先ほどの中段と同じように、タイミングさえ合わせちゃえば、こんな感じで置き蹴りを潰すことができます。で、相手が、絶対置き蹴りを出してくると読んだ場合は、ガードするよりも、このように打撃で潰しちゃった方が大ダメージを取れるので、相手がもし置き蹴りを出すって 100% 分かっている状況であれば、このように置き蹴りを直接潰してしまうっていうのも一つの選択肢だと思うんで、こちらもよかったら練習してみてください。置き攻めに関してはこれで以上となります。ありがとうございました。